先日紹介しましたこの TT アーティザンの F1.5、21mm のレンズと、GFX100S で、天の川のねタイムラプスを撮ってきました。その前に、下田の方で撮った時はですね GF23mm F4 のレンズで撮ったんですけど、それは F4 だったので少し暗かったので、今回このライカの M マウントレンズなんですが、それに GFX につける G マウントのマウントアダプターをつけて GFX100S で広角で明るいレンズだとどれぐらい撮れるかっていうのを試したくて、天の川のタイムラプスを撮ってみました。まずですね、撮影の設定は、まず ISO6400 で F が 2.4 です。多分ねこれ 2.4 だと思うんですけど、このレンズは、G マウントのマウントアダプターつけて撮影するんですけども、マウントアダプターつけるとあんまりこうレンズとして認識していないのか F 値がねディスプレイ上に出てこないんですよ。で自分でここに書いてある、F をね自分でこうやってここで自分で見ながら F を設定しないといけないんですが、撮影してる時にメモでもしておけばよかったんですけど、ちょっとねそれを忘れていたっていうのと、あと写真に F 値のデータが入ってこないんですよ。それでね編集してる時に F のナンバーがね分からなくて、ただその記憶をたどると確か2か 2.4 なんですけど、おそらく 2.4 なので2.4 ということに今回はしておきます。それでシャッタースピードは15秒です。あとはね、あと 35mm フォーマットは使わないで、中盤センサーサイズの、画角でそのまま撮りました。フィルターはスターリーナイトを使っています。撮影の設定はね、だいたいこんな感じなんですけど、今回撮影した時にだいたい1時ぐらいから、4時か5時ぐらいまで撮ろうかなと思っていて、で夜中の1時ちょっと前に起きてセッティングしてたんですけども、普段撮影する時はモバイルバッテリーをカメラにそのままつけて、でタイムラプスの撮影するんですけど、今回はねあんまり撮影時間が長くないかなって思ったので、モバイルバッテリーをつけずにそのまま撮影しました。でソニーの場合は確かに 3,4 時間ぐらいで持った気がしたのでいけるかなと思ったんですけど、富士フイルムですと1時20分ぐらいに撮影して3時半ぐらいに終わっちゃったので、2時間ちょっとでバッテリーが切れちゃって、タイムラプスもね、それぐらいしか撮れなくて、あんまり長いタイムラプスが撮れなかったかなっていう感じですね今回は。はい、なのでタイムラプス撮るときはやっぱりそのモバイルバッテリーとかをねつけながらやった方がやっぱりいいなと思います。そういう感じでだいたい2時間ぐらいの、タイムラプスを撮りました。でだいたい15秒ぐらいかな。はい、それで、撮影場所は、静岡県のふもとっぱらっていうキャンプ場ですね。友達とその時キャンプしていたので夜中に一人で起きて撮影してみました。でタイムラプスを見てみますと富士山の右側の方ですね、ちょっと明るく光っていて、でこの富士山の方角っていうのはふもとっぱらから見るとだいたい東なので、この明かりはおそらく三島市とかあと御殿場市かなの明かりだと思うんですけど、その街明かりがちょっと明るくなっていてこういう風になってしまったっていう感じですね。なので下田とかで撮った時よりもかなり明るい感じがしたので、シャッタースピードも15秒ぐらいで、今回は撮影してみました。前の動画でケラレがね発生してるんじゃないかみたいな話をしていたんですが、もしかするとケラレではなくて周辺原光が強くなってるだけなのかもしれません、このレンズは。というのは四隅の方にも星が出たりするので、おそらく暗くはあるんですけど一応撮れてるというような感じで、編集でね少しね明るくしてあげればもう少し均等な明るさになるんじゃないかなと思います。今回もこの編集の時に少し周辺原光を明るくする処理をちょっとだけしています。ただあんまりねしなくてもそんなに気になるようなレベルじゃないので、
十分ね、そのままでも綺麗に撮れるんじゃないかなという感じですね。見た感じそのノイズとかも少ないですし、すごいね滑らかにタイムラプスが撮れたんじゃないかなって思います。できればもう少し長く撮りたかったかなという感じですね。はい。で次にね、そのオリジナルのその JPEG 取って出しのタイムラプスも、作りましたので、そちらをちょっと見てみたいと思います。オリジナルの方はやっぱりね、すごくね滑らかでものすごく綺麗な風に感じます。編集するとやっぱりその色味を少しね青くしたりとか、あとは明瞭度を上げて天の川の部分を少し強調するとかね、そういうことできるんですけど、やっぱり初めのデータの方が全体的にそのバランスがいいというか綺麗に撮れてるなっていう印象を感じますね。はい。例えばね、明瞭度とかを上げすぎると少しねざらつきが出てしまったりとかするので、あんまりね上げすぎない方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思っていますし、今回の編集で少しね気になった部分としては、何回かねこう編集をして書き出してタイムラプスにしてっていうのを何回かねやったんですけど、条件によってはタイムラプスの映像がすごいねチカチカしたりする時があったんですよ。でそれがねなんでチカチカするのかなと思っていろいろこう調べて調整しながら見ていたら、おそらくですねシャドウですね、シャドウを変えすぎると書き出しする時の、写真の明るさにムラが出るような気がします。多分ねそこが原因だと思うんですけど、シャドウをあんまり変えずに書き出すと空の明るさとかがほとんど一定で書き出されるんですけど、シャドウを下げすぎたりとか上げすぎたりすると写真によってはねすごくね前の写真と1個前の写真とすごく明るさが変わったりするので、それをタイムラプスにするとチカチカしてしまったりとか、そういう風になるところがあって、なのでその明瞭度と同じだと思うんですけど、シャドウもねそこまで変えない方がいいんじゃないかなって今回ね編集してて思いました。でやっぱりねこの初めのオリジナルの映像っていうのがすごく綺麗に僕は感じるので、やっぱり撮る時になるべくもう編集しないぐらいのレベルまでなんとか持っていって、編集する時はもうほんの少しその、色温度変えるとかなんかそういうレベルぐらいで済ませることができたら、より綺麗な、タイムラプスとか星空が撮れるんじゃないかなって思いました。ということで、今回ねこの撮れた映像を見てみると、この TT アーティザンの広角レンズは全然ねその GFX100S につけて星空とか、タイムラプスとか天の川のねタイムラプスとかは十分ね撮れるんじゃないかなって思いました。ただね一つ気になったのが天の川だけじゃなくてですね、朝方とかあとは夕方とかもねこれを使ってちょっとそのタイムラプス撮ってたんですけど、天の川とか星空を撮る時っていうのは、基本的にはマニュアルで設定は固定して撮るので大丈夫だと思うんですが、朝方とか夕方とかは例えば A モードに F 絞りを固定して ISO にバッファーを持たせてある程度オートの機能、カメラのオートの機能を使って撮っていくっていう方法をするんですけど、なんか途中でいきなり写真がね真っ白くなってしまったり、明るくなってしまったりとかする時があって、で、原因がねちょっとねわからないんですけど、もしかするとレンズマウントアダプターつけてるのでレンズとしても認識されてないと思うので、その辺でやっぱりそのカメラ内部のオートの処理というのがこういうレンズには向かないのかなっていう風に感じました。だからその星空とかはね固定されてるからいいんですけど、結構そのカメラのパワーを使うカメラの処理とかねを使う撮影をねにはちょっと向いてないかなってなんとなく思いました。はい。星空だけでしたらいいんじゃないかなって思います。はい。そんな感じですね。なのでこれを見てGFX100S とかG マウントを持ってる方いましたらこれ使って
ぜひね、星空ね、撮ってみてください。